どうもこんばんは。深夜のドラゴンムーンラジオ。本日も龍月パパこと私が配信をさせていただきます。そうですね。なんか同説が増えた段階でまずったなとは思ったんですが、あやかちゃん、むぎさん、こんばんは。こんパパです。いや、ゆりやんさん、こんパパです。来ていただきありがとうございます。さすがに日曜日の深夜だったら逃げ切れるかと思ったんですけどね。無理でしたね。まさか、皆さん反応いいですね。すごい。皆さん明日のお仕事大丈夫ですか？あ、あやかちゃん。配信のタグがお父さん頑張れなの今気づいた。そうなんですよ。娘のあつですね。あつ。むぎちゃんさん、むぎちゃん、むぎさん、もうめちゃくちゃですね。コンパパ、もうコンパパでいいですかね。これね。本日のトークテーマは大人になってからハマった意外な趣味とさせていただいております。シャガさん、こんばんは、コンパパです。さーて、皆さん、子供の頃とは違って、ここ数年、体感大人になってからでも構いません。大人になってからハマった意外な趣味ありますか？いろいろね、趣味っていうくくりも幅広くあるかとは思いますが、皆さんの趣味などいろいろ話していけたらと思いますね。例えばこういうものですとね、子供の頃は趣味がなかったのに、大人になってからその魅力に気づきどっぷりとハマってしまった趣味やコレクションなどを教えてもらおうという形ですね。前回説明させていただいた通り、例えば御朱印集めだとか写真だとか、子供の頃はやらなかったのに楽器に触ってみたりとか、ソロキャンプ、ボードゲーム、植物の育成など、いろいろ皆様の子供の頃にはなかった趣味ありましたらお教えいただけると幸いです。むきさん、なんだろうな、難しいですよね。意外と子供の頃から続いているものって現在の自分を作ってもらっているので、大人って子供の延長なので、ガラリと変わることってなかなか難しいですよね。あやかちゃん、大人になってからハマった意外な趣味。そう、意外な趣味。シャガさん、パソコンオタクになってきたのと、ホラー系がより好きになったぐらいかな。そういうのありますよね。子供の頃に自由になるお金が少ないと、また狭まっていた趣味が自由にできるお金が増えると、いろいろ触れるようになったり、ホラー系などもね、現実を知れたり、自分が強くなってきたり、対処できるようになると、より楽しくなったり、現実味が増してより怖くて面白くなったり、いろいろありますよね。あやかちゃん、昔からの趣味の傾向は似ているからな。そうなんですよね。やっぱり自分を作るのは自分なので似てくることはありますね。あ、かけるさん、コンコンパパミータ、ありがとうございます。本日もね、さすがに日曜日の夜なら逃げ切れるだろうと思ったんですが、逃げ切れませんでした。同説ゼロ、再生数ゼロを目指しております。娘には本当申し訳ないんですけどもね。いや、娘のチャンネル的にはね、再生回数があった方がいいんですけども、なかなか自分の心持ちとは合わないものになりますね。シャガさん、スペックの数字一つとブランドにこだわりが出てきて笑った。ありますよね。このメーカーで揃えたいとか、そういった自由度が出てくるのも大人の楽しみですね。むぎちゃん、のテンポ感好き。面白いですよね。娘のやーって何から来たんでしたっけね。ちいかわのファンアートでしたっけ。懐かしい。あれ、娘の配信の1月の時だったんで、娘の V にデビューしてから2ヶ月目ぐらいですかね。たわしのダイヤがって言ったところだと思います。あやかちゃん、
でもそれこそミーさんに出会うまで VTuber 見る予定なかったから、個人的には意外な趣味になったかな。なるほど。いやもう本当ありがたい限りです。そうですね。俺自身も VTuber 実はほぼ見てなくて、正直娘からのアピールというか、おすすめでいろいろ最近少し見るようになったぐらいで、そもそもが VTuber 文化というか、あまりなかったですね。配信者の動画を見ることも少なかったかもしれないですね。ゲーム動画とかは見たんですけど、配信勢の方々のライブ感が、混ざっていけない時の疎外感が強く感じてしまって、あまり自分は馴染めなくて、ですかね。最近は、海外勢の方の、大手の方の、VTuber の方の配信を見させていただいたりとか、自分はしてますね。あやかちゃん、絶対ちいかわだ。ですよね、多分。ファンアートありますもんね。にちゃん、それで言うと格ゲーかもしれない。初めてやったのがストロークだし、それまで自分がするとは思っていなかったからな。初めてやった格ゲーがストローク、すごいですね。自分は古いものを触ってそれっきりだった人間なので、今のストロークが触れるのすごいと思います。シャガさん、ヤーってちいかわだったからか。てっきり筋肉系芸能人から来てるかと。中山きんに君。個人的にはヤーも面白いですね。娘がどっち意識してるかわからないけど、気合の入りとは似たような感じがします。ヤー。そうそう。今回のトークテーマ、大人になってからハマった意外な趣味。これ、自分自身であるんですけども、もう子供の頃には絶対に信じられなかった。自分が趣味というか、楽しいと思えると思えなかったことが一つありまして、それ、ここにね、親御さん系がいらっしゃらないのでちょっと、あれなんですけども、子育てっていう趣味がありまして。いや、別になんか、なんだっけ、そういうイクメンとかね、そういう系では一切自分はないんですけども、そういった子育て系って、楽しいなって思うことが増えましたね。佐田赤さん、ありがとうございます。なんか面白そうなタイトルだったんで寄りました。ありがとうございます。心のね、チャンネル自体は娘の龍月みーという VTuber のね、チャンネルなんですけども、その父親の私、通称龍月パパが、夜中にね、娘が翌日配信できない日などに、こういったラジオ感覚で配信をさせていただいております。例えばですね、今回で言うと、大人になってからハマった意外な趣味などを話させていただいております。一応、娘自体が、竜と猫のクォーターの子をしてらっしゃいます。自分自身はね、竜のハーフという形で配信をさせていただいています。特に、こちらの枠ですとね、自分語りなどはできればしていただきたいと思っております。自分自身がね、まだトークが慣れていないため、できるだけ話題を提供していただけると幸いです。シャガさん、たまごっち始めました。気分はそうかもしれないですけど、絶対に後戻りできなくて、一匹しか育てられない。いや、同時にだったら何体かね、育てられるかもしれないんですけど、自分の選択が全てを決めてしまうかもしれなくて、結構ハードタイプなたまごっちになりますね。あやかちゃん、子育ては大変らしいから楽しめると思うのはいいことなんだろうな、多分。そう、辛いと思ってる方よりは相当自分は恵まれているんだなと感じますね。と言いますのも、現在もそうなんですけども、自分自身、子供が好きなキャラと言ったらあれですね、子供が好きな人ではなくて、ガヤガヤ絡んでくると、うるさいなとか、ちょっと配信で言えないようなね、感情に支配されることが多い人なので、竜なんですけどね、半分。逆鱗が自分すごく多くて、ね、触れやすいというか、沸点が低いというか、
あまりね、子供が得意じゃないんですよ。なんですけどね、自分の子供だけは別に見えるんですよね。なので、話しかけたくなるというか、自分の子供はよくちょっかいを出したくなるというか、初めてですね、子供と接してて楽しいと思えるような環境に身が置けましたね。さて、自分語りが過ぎましたので、えうんうんうんさた赤さん、意外な趣味か。よくある話なんですが、英語ってありですか？すごく素敵な趣味だと思いますよ。自分自身を高めることができるというよりも、コミュニケーションの幅を広げられる趣味ってすごいですよね。チャレンジ精神やコミュニケーション取るためのそのアクティブなパワーというか、言語の壁ってそれこそ、インターネットの壁って結構クリック数で表現されるんですけども、言語の壁ってもう例えば文法が違う、人種が違う、喋る内容が違う、距離感が違う、雰囲気が違う、もういろいろ壁があるんですよね。そこを乗り越えようとするために趣味として英語を選んでるの。英語趣味としてそれが自分がハマっているってとてもすごいことだと思います。素敵ですね。シャガさん、喉下だけじゃなくて至るところにあるのが、いやーそうなんですよ。ある意味ウィークポイントが広いというか、弱点が広めのタイプですね。シャガさん、子供と遊んでいたらいい子供と悪い子供いますよね。いますね。ただ自分の場合、あの神経質なたちなので、礼儀正しい子というかおとなしい子だったり真面目な子じゃないとちょっと口調が強くなってしまうかもしれないですね、自分自身。さて、私自身のトークが詰まったため、大人になってからハマった意外な趣味、投稿していただいた、これ友人からですね、投稿していただいた、お便りを一つ先に読まさせていただきます。次回からはこれが何件か画面に載せられたらいいんじゃないかと娘からの助言があったため、ちょっと次回から考えさせていただきます。1件目、ラジオネーム迷子のカタツムリさん、こんばんは。パパさんこんばんは。私の大人になってからハマった意外な趣味はけん玉です。けん玉。子供の頃は全然できなかったんですが、数年前に友人が持っていた競技用のけん玉を触っていたら、その奥深さにびっくり。今では毎晩動画を見ながら新しい技に挑戦しています。集中力もつくし、意外といい運動になるんですよ。迷子のカタツムリさん、ありがとうございました。競技用けん玉っていうのがあるんですね。けん玉は全部同じだと思っていた。あれ、いろいろな技ありますよね。娘が学童に通っていた時、正直YouTuber なれるんじゃないかってぐらいいろいろ技を披露してる子とかいらっしゃって、でもただただ感心しかなかったですね。自分自身は技という技はほぼできなくて、もう本当雰囲気と勘でしかけん玉はできないので、すごく素敵だと思います。運動にもなるのいいですね。あやかちゃん、英語を趣味として楽しめるの羨ま覚えた方が便利なんだろうけど頭が痛い。でも辛いと思ってるものを極めようとして趣味とするよりは、楽しみながら伸ばせる方が素敵ですね。むぎちゃん、お便り助かります。すごくお便りがなければトークが続かないと思うので、多分3分で終わるのですごく助かりますね。シャガさん、僕は公園にある5ミリくらいの小さな花をコップ1杯まで集めてきた少女に頭からそれをかぶせられたことがある。なんか一瞬すごいファンシーで可愛らしいと思っちゃいました。多分いたずらというよりもなんかファンタジー的な表現というか、メルヘン的な表現のようなイメージでやってくれたのかもしれないですね。さすがにその時はイラってきた。可愛いって表現してあげたらよかったかもしれないけど、その子供の反応にもよりますね。
あやかちゃん、けん玉、そういえばまともに触ったことないな。あれ、難しいですね。バランスというよりも自分の体をどこまで綺麗に操作できるかという体の地図がきちんとできているかのような話になってくるので、きちんとまっすぐ上下に動かせるかとか、そういった精密動作になってくると個性が出ますね。むぎちゃん、けん玉すげえな。それで言うとヨーヨーとかも楽しかったな。ヨーヨー、ちょうど年齢がバレるんですが、私の時代、自分の時代に結構ヨーヨー流行りまして、スーパーヨーヨーとかめちゃくちゃ楽しい気持ちがわかりますね。サタアカさん、あやかちゃん、俺の場合あくまで趣味なんで喋ろうとか構えてはダメ。ゆるゆるとどうでもいいことを集める感じで素敵です。もう素敵だよね。好きこそものの上手なれという言葉もある通り、そういったもの、雑学的な知識のようなイメージで収集するところから趣味が始まるのは傀儡癖ではないですが、とても素敵ですね。シャガさん、笑ってきましたよ、その少女。雑草食わせたのかーって一瞬頭よぎるレベルで、もしかしたら構ってほしかったのかもしれないですね、シャガさんに。もしかしたらそれだけでもね、なんだこの野郎っていうだけでもキャッキャキャッキャ言うかもしれないですね。しかしあざけ笑われたのは面白い。ね、鼻かむり的な感覚だったかもしれないですね。ね、それでね、ダンゴムシの大群ね、落としてくるとか、枯葉とかじゃなくて、お花だったのもやっぱり何か意図はあったかもしれないですよね。悪意がある子は本当にそこら辺の土かぶせてくるんで。ね、人生で一番子供にイラッとしたことが自分あるんですけども、娘がね、学童に通っていた小1の頃ですね。小学1年生の頃に学童に通っていた娘のことをね、お迎えに行ったんですよ。学童の入り口で、見た？迎えに来たよって。その時ですね、うちの子からね、いろいろ話を聞いていたりとか、友達とか学童のつながりなんでしょうね。あ、ミータのパパ、こんばんはって言って、思いっきり子供目線での正面にある、本当の意味の男性の急所に思いっきりパンチしてきた子がいて、つい反撃しましたよね。って何やってんだこの野郎って引っ叩いちゃいましたね。いやー、なんか容赦なく金敵されるとは思わなくて、それ子供に対してダメなことが自分はありましたね。悪意ある子供というか、何気なくする子供の仕草って親との関わりも出てくるので、相手の家庭環境もね、ちょっと透けて見えますね。さてさて、ちょっとチャンネルにはふさわしくないような話をしたところで、次はどれを読まさせていただきましょうか。ラジオネーム雨の日の長靴さん。パパさん、こんばんは。こんばんは。私の最近のマイブームはスパイスからのカレー作りです。この方多分あれですね、前回クッキー作ってた方ですね。そういうのはちょっとあれですね、ラジオネーム違うから言っちゃいけないやつですね。すいません。以前は市販のルー専門でしたが、ある日スパイスで作ったカレーの奥深い味わいに衝撃を受けて以来、自分でスパイスを調合して作るようになりました。週末はキッチンがスパイスの香りでいっぱいです。ということは今ぐらいももしかしたらいい香りで包まれてるのかもしれないですね。えげつなかった。ね、男性だったらわかる。そこパンチされたら悶絶するか切れるかどっちかだよね。あやかちゃん、雨の日の長靴、ネーミングセンス好き。そう、おしゃれですよね。もう出番が来た日ですよね。その日のヒーローかな。麦ちゃん、美味しそうな内容、ずるいぞ。そう、麦ちゃんいるからね、今回ご飯のやつをね、ちょっと上の方に持ってきて今読みました。
スパイスからのカレー作りってあれ結構難しいですよね。やってみようかと思ってスパイスを集めようとした段階で自分は結構費用かかるなと思って諦めちゃいました。またね、小麦粉を使わないカレーって向こうのような雰囲気になるんですけどね、相当バランス難しく感じちゃって、いやーすごいですね。自分で料理を作るのはやっぱり偉いですね。さて、次の配信、お便りと、はいはい。佐田赤さん、自分でガラムマサラ作ってみようとか、簡単なところから深い穴に落ちていくのよね。カレーのスパイス探し。なるほどね。ガラムマサラっていう単体じゃないんですね。あれが複合調味料なんですね。なるほど。今、完全に1賢いいただきましたね。賢さの努力値、今、いただきました。シャカさん、料理関係で一つ一瞬で理解できない話があるんですけど、なるほど。一瞬で理解できない話。一瞬で理解できない話で言うと、自分も一個あるので、シャカさんが先に話す前にちょっと自分が先に話させていただきますね。皆さん、料理に牛乳使うのって理解できますか？自分自身があまり料理に牛乳を使うのが、いや、出来上がった料理そのものは理解しているんですけども、出来上がる過程がいまいち自分の中で腑に落ちなくて、牛乳にコンソメと塩入れてスープ作れるのが未だに、自分の中で納得いってないとか腑に落ちてないですね。なんでこれで美味しくなるんだろうって未だに不思議でしょうがないです。シャガさん、僕の友人がインスタントラーメンで麺を焦がすっていうよくわからんことをしてたんですよ。インスタントラーメンを焦がす、焦がしの風味ってありますよね。ただそれって若干あれですね、焦がしてしまうと揚げ麺というか中華料理のあんかけ麺みたいなああいった雰囲気が出てきて麺がふやけづらくなったりとかもするので、そういうところを楽しんでるんですかね。いや、焦がすレベルによりますよね。スープ入れて焦がすんでしょうか、それとも乾麺の状態で炒めるような意味で焦がすんでしょうか。インスタントラーメンの奥行きをもしかしたら深めるところがあるかもしれないですね。麦ちゃん、自分もしたことある。詳しく。ちょっとそっちサイドの意見、リアタイ勢に聞きたいですね。その経験値はもしかしたら将来のね、インスタント文化を変えるかもしれない。湯の中に入れて焦がしてました。もう焦げつかせるような形ですかね。新しい。味が濃いめなのが好きとか、インパクトが欲しいんでしょうか。ちょっとその人ね、味覚系が大丈夫なのかどうか、ビタミン系が大切なのか、ちょっと大事なのか、足りてるのかどうかちょっと心配になりますね。料理評論家の方にね、お前もしかして味覚がみたいなチェックになるかもしれない。むけちゃん、お湯は入れてるんだけどなんか焦げたんだよね。それ下に麺がくっついてた場合とか、煮立てる時のタイミングによるかもしれないですね。きっちりとインスタントの乾麺の部分が例えば横にくっついてる状態とかね、はまってる状態だと焦げやすくなるので、麺の湯量というよりも容器の形状の方が問題かもしれないですね。あやかちゃん、湯が少ないとかね、湯が少なくて濃いめで煮立てて焦がしながら、例えば煮詰めていくんだとしたら油麺というか混ぜ麺系の方が好きな人だったらちょっとありえるかもしれないですね。最後焦がしでインパクトつけるラーメン屋さんあった気がするんですよね。ちょっと名前がすぐに出てこないんですけど、佐田赤さん、香り付けかな、焦がすのね。香り付けだとしたら焦がしは結構優秀ですよね。炙るだけでも変わるものって結構たくさんあるので、すごくあれですね。今話しててあれですが、この深夜1時に話す内容じゃないですね。すごくテロだ。お腹が減った。
うち夕飯が午後5時なので17時なので、現在ご飯を炊ってからえらい時間が経っております。そして自分は朝ごはんを食べない派の人間なので、これはあれですね、相当明日の昼までがしんどいやつ。何かあったかな、今夜手つけられるようなもの。ただ簡単に食えないとちょっとめんどくさいんですよね。お湯は普通ぐらいだと思うんだけどな、少なくはないはずなのに焦げた。最近はレンチンで作ってるから焦げることなくなったけど、やっぱりね、そこにこびりついてない限りはお湯が代替えしてくれるので、なかなか焦げることないと思うんですけど、何か下にくっつくようなねものがあったんでしょう。生麺系だったらね、油が少ないんで麺が浮きづらくて焦げつくことがあるとは聞いたことがある気がします。パスタでもやらかす人いるので。あやかちゃん17時早いんですよ。下の子がですね、ちょっとお腹減るのが早い子でして、あんまり量は食えないんですけども、となるとやはり17時という流れに。またね、ミータ自身も最近はまだマシなんですが、細かくご飯を食べる子なので、本当はあまり一食でガツリと食べれる子じゃないので、なんかその時間になりましたね。一時期はね、17時にご飯を食べて、21時に一回おにぎり食べるみたいな可愛いことを娘はしてたんですけどね。シャカさん、黒関係で一つ思い出した僕の黒い思い出、なんかかっこいいですね。ハロウィンに全身黒タイツで顔に能面つけて寮の廊下を駆け回ってた。すごいことしてますね。すごいことしてますね。なんて配信者向きな、いや配信者なんですけどね、シャガさん。いや、それは動画残ってて今上げた方がいいんじゃないですか、残ってれば。すごいですね。全身タイツで顔に能面つけて寮の廊下を駆け回ってた。ウケツさんもびっくりじゃないですか、それ。すっごい怖い。うわ、トラウマになるわ。そう。ウケちゃんね、怖いですよね。さて、今回ね、ラジオのね、お便りが少なめなので、あまり選べないですが、そうですね。じゃあこれを読まさせていただきます。ラジオネーム、右手にリモコン、左手にポテチさん。なんて、テロが来た。名前だけでテロが来るのは本当勘弁してほしい。パパさんこんばんは。私の最近の趣味は万年筆で文字を書くことです。万年筆。スマホやパソコンばかりで手書きの機会が減ってしまいましたが、ふとしたきっかけで万年筆の柔らかな書き心地を知ってから日記をつけたり手紙を書いたりするのが楽しくなりました。インクの色を変えるのも楽しいです。右手にリモコン、左手にポテチさん、ありがとうございます。シャガさん、動画は一応残ってる。バズりそう。TikTok で。サタアカさん、シャガさんって能面東京の中の人だったら面白い。さて、皆さん文字を書くとかどうですか？万年筆で文字を書くこと。そうですね、自分自身もああいう文具系のものはすごく好きなんですけども、文字を書くのがすごく苦手な自分は人間でして、万年筆ね。万年筆で字を書いたことはあれど、人に手紙を送ったことは人生で一度もないですね。手紙不詳というか、日記をつけるのも自分自身が文字を本当に手書きするのが苦手なので、手書きの日記な。一時期日記を英語でつけて勉強しようなんて思った頃が10年ぐらい前にあった気がするんですけども、それは果たして本当にあった記憶なのかというぐらい遥か彼方の記憶にありますね。シャガさん、万年筆使ってみたけどマジで使いづらかった。イラスト上手い人はなんか万年筆
使いこなせるイメージがありますね。G ペンのような感じで。しかしあれじゃないですか。右手にリモコン、左手にポテチってラジオネーム。これなんかすごい人生を謳歌してるような気がします。なんか贅沢セットみたいな感じですよね。あとなんか炭酸飲料があったらアメリカンな感じにもなりそう。シャガさん、G ペンの偉大さを感じました。あれもすごい使いやすくなってるものですもんね。先割れがすごく柔軟で、万年筆よりも楽に使えますもんね。あやかちゃん、万年筆って使ったことないけどロマンを感じる。そうなんですよね。先端がわざと今昔のものだとね、金になってて滑り心地を重視していたりとか、書き心地を追求したものが多くて、もう万年筆自体がね、正直インテリアになりうるものとなってますよね。自分自身がちょっとここで個人情報を漏らすんですけども、古物商の免許を持っておりまして、古いものをね見させていただく機会がある程度あるんですよ。いやー、万年筆はいいですね。正直コレクションするだけだったらコレクションしたいぐらいまである。デザインにね、表面のねデザインが凝っていたりとか、ペン先のねデザインがインクがちゃんと伝わるように凝っているものとか、正直年代によっても雰囲気があるので面白いですよね。と個人情報を漏らしたところで、あれですね、この配信は30分を目安にしていたんですが、ふわっと30分って超えるものですね。あと一つぐらいは紹介しとかないと、いつもお蔵入りになるね投稿がねちょっともったいないかもしれないですね。では、ラジオの投稿としては最後のものを読まさせていただきます。ラジオネーム鼻歌混じりのチャップリンさん、ありがとうございます。フルネームはやめてください。この人ね、この人ね、前回も、フルネームを書いてくださってるんですよね。はい、後で注意しておきます。パパさん、いつも素敵な時間をありがとう。自分がハマっているのはサバイバルゲームです。正直最初は物騒なイメージがあったんですが、友人に誘われて参加したら、チーム戦で戦略を立てて戦うのがすごく楽しくて、日常では味わえないスリルと興奮がやみつきになっています。相手を倒すのって楽しいですよね。なんかすごくパワーを感じる。そうか、サバイバルゲームね。サバイバルゲーム、いや正直やってみたさはすごいありますね。重機系はね、あれはロマンが詰まってるものも多いですからね。まさかのチャップリン、チャップリン、鼻歌混じりのチャップリンでサバイバルゲームってなんかすごい猛者ムーブしてそうですね。猛者感がある。それで杖代わりにスナイパーとか構えてたらとんでもなくかっこいいですね。 AK でもいいあやかちゃん、サバゲーやってみたい。んぎちゃん、サバゲー楽しそう。そう楽しそうですよね。皆さん好きな銃器ってありますか？自分は完璧にスナイパーライフルが癖なんですけどもね、ドラグノフって銃知ってますか？あれが本当に好きで、いやー、いつかね丸いから出てるねドラグノフ欲しいなと思うんですけど、いや多分家族から許可が下りないので、一生いいなーって指を加えて見てるぜですね。あやかちゃん、サバゲーとかロマンの集合体やろね。娘もね一時期そういうのをやってみたいって言ってたんですけどね、漏れなく今のものってね16金18金がねエアガンにもガスガンにもついているので、娘はまだまだ触れないという形で、なんか専門店でね試写というのか撃つ体験ができる施設みたいなところがあったんですけど、娘がどうしてもって言うからいろいろ調べてね行ってみたらね、ホームページに書いてない年齢制限を食らいまして、秋葉原で半泣きになってましたね。
サバゲー何も知らないけど多分斧かナイフで戦ってると思う。斧かナイフとかも全然ありだと思いますよ。あれ確か接近戦ありなので。ただ思いっきり切りつけちゃダメで、相手にタッチしたら倒したよって声かけてあげるっていう確かマナーがあったはずですね。何かの動画で見た。何の知識で得たかは思い出せませんが、接近戦限定でサバゲーで戦ってみたっていうのを見ましたね、自分は。いや、あれはすごかった。無双してましたね。銃ならショットガン系かな。ショットガンもいいですね。あれはね、接近戦の王者だから、グレネードもいいですけどね。張り合ってみる。自分自身がね、一撃で倒せる武器が本当好きで。麦ちゃん、M4A1、カービンもいいですよね。カービンいいですね。もう効率がすごく良くて。というか、なんかつい最近まで現役だったようなイメージの武器ですよね、あれ。後継機が1998年ぐらいだっけにA2 ぐらい出て、今 A4 でしたっけ。なんかかっこいいですよね。あやかちゃん、安定で好きなのは AK かな。サルトライフルもうね、王者ですよね。強くて速くてメンテナンスしやすくて弾交換しやすくて、でね、ノズルが長いから安定性もあって素敵ですね。佐田中さん、サバゲーの雰囲気だけ味わえるような年齢制御のない LARP から開始とか。 LARP とは、すいませんね、知識がなくてちょっと検索させていただきます。 LARP、 なりきりライブ RPG、ライブアクションロールプレイング。なるほど、面白いですね。娘自体はね、一時期うちに飾ってあるね、模造刀の日本刀振り回して遊んでる時期はありましたね。俺と立ち合ってました。すげえもったいない使い方はしてますけど、ガッチョンガッチョンやってましたね。焚き火さん、パパさん、はじめまして。はじめまして。焚き火さん、あれですよね。確かボイストレーナーのと、焚き火さんはあれですよね。自宅でキャンプのやつを前あげてましたよね。娘から聞いた記憶がある。こんパパ。ゆりやんさん、大人になって即始めた趣味がサバゲーやったな。やめたけどやめてしまったのか。やっぱりね、大人になって使える資金が出てくるとちょっと高額な趣味って触れますよね。シャガさん、アサルトとかだったら絶対に単車にしてる。かっこいい。むぎちゃん、SCAR カーかな、もういいし、スナイパーだとレミントン渋い。いいなぁ。やっぱみんなの個性出ますよね。コッキング系のな銃も好きなんだけど、ショットガン系のなくるっと回すあれも楽しいしな。いろいろやっぱりいい武器ってありますよね。焚き火さん、認知していただいており恐縮です。意外とね、娘のアカウントを、結構長い間ね、共同管理といった形で見させていただいていたので、結構なリスナー様というか関係者の方は把握しているつもりではあります。最低1動画はちらりとでもね見させていただいていたので、シャガさん、一度はやってみたい。ほぼゼロ距離スナイパー。ものすごく痛いですよそれ。高校時代にね、自分の場合すごくパワハラ気質な先輩がバイトで手に入れたと言っててね、ゼロ距離スナイパーのような感じでガスガンで撃ってこられたことがあって、えらい感じの怪我をしたので覚えてます。あやかちゃん、サバゲーは中学の頃に憧れたけれどお金なくて諦めたな。高いですよね。
正直武器一丁で済むような趣味の世界ではないので、武器を買ったらカスタマイズしたくなるし、カスタマイズしたらおいおいお前だけは初期アバターかってなるしね、目を守るだけで済むわけもなく、服装や帽子、靴、手袋、沼ですね。やばい。焚き火さん、サバゲーは友達が前歯を折ったのを間近で見てやめちゃいました。それは正解かもしれない。前歯を折るのはまずい。ちょっとすげえ強え、ダース・ベイダーみたいなフェイスガードつけましょう。絶対に折れないように。人によってはね、バイクのヘルメットみたいのつけてる方もいらっしゃった気がするので。シャカさん、じゃあそれやられてみたいな。それ。ド M 気質。麦ちゃん、そうですよね。びっくりしますよね。イリアンさん、P90、P99 が好きでしたね。ドラゴノフ持ってました。かっこいい。P90 もあれ憧れですね。ってか、ユリアンさん、もしかして同年代かもしれない。いや、失礼なこと言ったかもしれない。申し訳ないです。下だったら本当に申し訳ない。P90 はね、弾の入ってくるね、位置が特殊なので、あれはすごくロマン武器というか、自分の子供の頃はあれはすごく SF 武器に見えてましたね。あやかちゃん、みんな銃詳しくて笑う。どこで知るんだ？どこで知るんでしょうね、皆さん。自分の場合は本当、入りは映画とか、そういった世界ですね。それこそターミネーターとか、世代が割れる。バトルロワイヤルとか、皆さんに殺し合いをしてもらいますの時のね、使われる武器とか。ドラグノフを使ってたキャラは皆さん知らないでしょうね。シャカさん、痛みを知れば体が本能的に回避しようと動いてくれる。なるほど。でもゼロ距離スナイパーは多分経験することって少ないと思うので、多分対策の方法間違ってませんか？麦ちゃん、いろいろだね。そうですね。でも今の時代なら多分映画というよりもゲーム類、FPS 系のゲーム類とかいろいろ楽しめますよね。なんだっけな。結構ね、軍事物のゲームは今の世の中多いですしね。再現も高いし、魔改造しててファンタジー武器になってるものもありますけどね。サターガさん、亡くなった6歌手が生前サバゲーで前歯折れて仕方ないから接着剤でくっつけたら歯医者に怒られた話をよくしてたのを思い出した。あるあるなんだ。あるあるなんだ。でもね、接着剤でくっつけるのってね、個人が手出すなって怒られるものってありますよね。溶け出したね、ものが毒だったりとか、いろいろあると聞きますね。またね、骨のものなのでね、誤飲した時に体にね、入っちゃうとまずいとかいろいろ聞きますね。確かに天才か？いや、天才ではないんだよな。えぐいって、そう、ロック歌手の人のなんかその方すごいですね。いや、もう確かにロックだわ。自分でね、何でもしちゃおうとか頼らずにやっちゃおうとか思うところがロックな部分であったりしますよね。ベッチーさん、監視されてますね。ただ申し訳ない。前回がね、1時間ちょっと配信してしまったので、今回は本当にそろそろ配信を終了させていただこうかと思います。まさかの高評価10。毎度ね、なぜこのような配信に再生回数がね、30回以上つくのだろうと不思議でたまりません。こんなね、ただのね、お父さんの配信が皆さん本当に楽しんでいただけているのでしょうか。娘のためにいやいや付き合っている方がいたら本当に申し訳ないです。娘からなんかお願いされてきてるとかないですか？大丈夫ですか？おつパパです。ありがとうございます。ベッチーさん、ちらっと見に来とる。ありがとうございます。本当にあやかちゃんのね、そうですね。ではね、実はね、明日自分自身が仕事なのもあるんですけども、家族と出かける用事もありましてね、本来ならラジオ配信するべきではなかったりするんですよね。
明日朝早いんですよ、実は。そしてね、なんとも、これからね、睡眠薬飲んで、ちょっと寝るために、睡眠薬飲んでね、寝ようかと思ってるんで、明日朝薬が抜けているのかという怖さもありますね。ベッチーさん、パパミータのアスマー待機。それやったらね、本当に娘に怒られるかもしれない。いや、娘は面白がって提案してくるかもしれないんですけども、正直辛さしかないかもしれないです。誰が得するの？みんなあれでしょ？笑いに来るんでしょ？やめて。焚き火さん、大人ラジオ楽しんでますよ。ありがとうございます。本当にね、VTuber の娘の枠ではやるべきではないようなものをやってる気はするんですけども、ありがとうございます。焚き火さん、プチ断食見習いたいと思います。おつパパです。いや、多分そういうことじゃないですよ。自分自身は、あれですね、朝、辛くて、寝起きが辛くて、ご飯食べると昼までちょっとだるさが残っちゃったり、眠気が来るので、昼まで食べないだけなので、皆さんは健康的に朝昼晩食べた方が、お腹が減った時に食べた方がいいと思います。麦ちゃん、マジで楽しい。あと思い出したんだけど、大人になってからハマったの、野球とかのスポーツ。野球できるのすごい。ちょっとそれはまた何かの機会でお話しさせていただきたいと思います。ゆりやんさん、みんさんの年齢的に自分が年下だと思いたい。どうなんだろう。まあでもあれですよ。お互い年齢を出していないなら、好きなように思っておきましょう。さたやかさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。むぎちゃん、おつパパでした。本当にゆっくり休んでくださいませ。ありがとうございます。むぎちゃんもね、あんまり夜寝れないんでしたっけ？ね、ゆっくり体が休められるよう、寝れるといいですね。ゆりやんさん、お疲れ様です。ありがとうございます。ベッチーさん、ゆっくり目を閉じて聞きます。ごめんなさいね。もう終わってしまいます。あやかちゃん、むしろ親子アスマ待ってます。それ不思議な環境じゃないですか。それ単純に感度のいいマイクで BGM をつけずにひそひそ喋るっていう感じですか？それともいっそのこと野外で音取って環境音バリバリに入るキャンプ配信的な感じになりますかね？ASMR もね、あくまでバイノーマルでしたっけ？バイノーラなんかそんな感じのものだけじゃないですもんね。耳かきみたいな。うちにあるね、ズームの機体もほんといつか使ってあげなければかわいそすぎる。なんかみんなのアスマ欲求が高まってて面白いですね。では本当に今回これで最後とさせていただきます。皆様、トークありがとうございましたと忘れていたのですが、次回のラジオテーマの発表をしてから終わらなければならないと言われているので、ラジオの次回のテーマを発表させていただきます。次回のラジオテーマは、少々お待ちください。こちら。もしもあと24時間で世界が終わるとしたら、究極の状態であなたは何をしますか？壮大なことでも日常的なものでも OK。 リスナーさんの価値や意外な一面が見えるかもしれませんね。なるほど。例えば大切な人に会いに行く、食べたことのないものを食べる、ひたすら眠る、大声で歌う、全裸で走る、やめてくださいね。みんなのラスト24時間をすごいもので終わらせないでくださいなど、もしもあと24時間で世界が終わるとしたら、こちらをね、トークテーマとして募集します。枠としてはね、一応娘の方の、ラブレターでしたっけ？ああいった匿名的なものでも受け付けているそうです。またね、直接的に DM でお送りいただいても構いません。自分のラジオネームこれでとか言っても構いませんので、ご指示いただければと幸いと思います。また集まらなかった時用にね、自分は毎回、友人の方にこういったラジオのね、ものを投稿するのが好きな友人の方にオーダーをしております。で、皆さんお察しの通り、あれですね、それがある程度溜まってからこの配信はさせていただいております。なので、このお題で集まらなかった場合、次の配信、このラジオ配信がいつになるかはわかりません。本当に申し訳ないです。ただね、娘に無茶ぶりをされたら絞り出してでも配信をするので、ご安心くださいというか、正直ね、同説がゼロ、
視聴回数が0だった場合、自分自身の場合はね、娘にこの配信は今回で終了になったのでっていうね、プレゼンができるので、すごい究極のジレンマを抱えている状態でございます。人間性が割れてしまう。おーっと忘れてた。そうですそうです。うわー、すげえ内容。そうですね。自分もう答えが出たわ。さすが。ベッチーさん、ラジオネームベッチー、助かります。ベッチーさんから来たなと思っておきます。んげちゃん、次回もめちゃくちゃ楽しそうなラジオになりそうだ。ありがとうございます。では皆様、いっぱい送ってもらうのも助かります。ちょっとね、ラジオ配信の時間がどれくらい使えるかがわからないんですけども、いっぱい送るミーの方になるべくよろしくお願いします。ではこの後配信は待機画面を映させていただいて、およそ3分後に切らさせていただきます。皆様本日もお付き合いいただきありがとうございました。おやすみなさい。